皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。エピソードの中で出てくる単語を PDF にまとめた資料を無料で配布しています。概要欄のリンクからダウンロードして学習に役立ててください。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。皆さんお元気にお過ごしでしょうか？さて今日はですね、お酒に関したお話をしていきたいと思います。日本といえばやっぱり居酒屋ですよね。皆さんは居酒屋に行ったことがありますか？私はですね、若い頃は友達と居酒屋に行くのがすごく好きでよく行っていました。でね、皆さんもうご存知の通り、私は看護師なんですね。看護師になる前には、学校でお酒が体に良くないということをこれまでかというくらい学びました。それに病院で働く中で、アル中の人をたくさん見ました。アルコール中毒のことを日本語ではアル中と略して言うこともあります。すごく深刻な状況で使われることもあれば、お酒ばっかり飲んでいる人に対して、あの人アル中だよね、みたいに日常的な会話で使われることもある言葉です。で、アル中で人生がめちゃめちゃになってしまった人を私は見てきました。なので皆さんも飲みすぎはもちろん健康に良くないのでどうかほどほどに楽しんでください。さて、それではまず居酒屋って何というところからお話ししていきます。居酒屋というのは簡単に言うとお酒を提供するレストランのことです。バーよりはもう少しカジュアルなイメージですね。そして普通のレストランよりもお酒の種類がとても豊富です。一人で行くというよりは何人かのグループで行くことが多い場所ですね。みんなでワイワイ楽しむ場所という感じです。居酒屋にはチェーン店もたくさんあります。まず鳥貴族。これは都会だったらよく見かけるお店です。日本人はこれを鳥貴って省略して呼んでいます。このお店のすごいところは全部のメニューがなんと390円に揃えられているんですよね。なので格安でいろんなものを楽しむことができます。それから磯丸水産。ここは新鮮な海鮮物を食べることができる居酒屋です。あとはワタミ。これはめっちゃカジュアルな大衆居酒屋です。大衆っていうのはみんなが気軽に利用できるという意味ですね。一個も気取ることなくフラッと入れるお店です。さてここからは居酒屋でどんなお酒が飲めるのかお話ししていきます。まずはもちろんビールです。日本ではですね、ドラフトビールのことを生ビールと呼びます。さらにそれを略して生と呼ぶことも多いです。なのでお店で店員さんにお飲み物何にしますかと聞かれたら生お願いしますと言えばドラフトビールが出てきます。日本にはいろんなビールがあります。キリン、アサヒ、
札幌プレミアムモルツ、金麦、恵比寿など。沖縄ではオリオンビールが有名ですね。お酒を飲む人はだいたい好きなビールが決まっているものなんですよね。ちなみに私は金麦と恵比寿が好きです。皆さんは何が好きですか？海外でも手に入りやすいのは、多分アサヒとか札幌はよく見かける気がします。次にハイボール。これはウイスキーを炭酸水で割ったものです。甘くないので甘いお酒が苦手な人にはおすすめですね。私は結構ハイボールが好きです。そして日本酒。英語でサキと呼ばれているのはこの日本酒のことですね。日本ではサキって言わないんですよね。日本酒と呼びます。有名なものだと獺祭、久保田、八海山、14代とか。ただ本当にたくさんの種類があって、日本人でも日本酒をかなり好きな人じゃないと知らないブランドもたくさんあります。それからレモンサワー。これは焼酎とウォッカにレモン汁と炭酸水を混ぜたものです。なんとなく外国の方が好きなイメージがありますね。私は実はちょっと苦手です。フルーツサワーはいろんな種類があって、ピーチサワー、グレープフルーツサワー、梅サワーとか、とにかくいろんなフルーツのものがあります。次は焼酎。これは蒸留酒でアルコール度数が高いお酒です。なので水とかお湯とか炭酸水で割って飲むことが多いですね。焼酎の中には芋焼酎といってさつまいもが原料のお酒もあります。これは九州地方でよく飲まれていて、スーパーでは黒霧島というブランドをよく見かけます。それから麦焼酎というのもあって、これは大麦が原料です。こちらも九州の飲み物という感じで、二階堂というブランドが有名ですね。そして泡盛。これは沖縄の飲み物です。沖縄だったらスーパーに行けば絶対に売っているんですけど、沖縄県の外だとお酒の専門店とかに行かないとなかなか見つからないかもしれません。あとはですね、緑茶杯とウーロン杯というものもあります。緑茶杯は焼酎を緑茶で割ったものです。ウーロン杯は焼酎をウーロン茶で割ったものです。これはなんだか日本ならではの飲み方という感じがしますね。そしてお酒が飲めない方も安心してください。居酒屋にはノンアルもたくさんあります。ノンアルというのはノンアルコールの略ですね。お茶とかジュースとかアルコールの入っていないビールとかカクテルもあります。なのでお酒が飲めなくても十分に楽しめます。さて次は飲み物が来た時のマナーについてお話ししますね。これは知っておくとより楽しむことができると思います。まず瓶ビールを頼むと瓶とグラスが運ばれてきます。この時一緒に飲みに来た人のグラスにお酒を注いであげるのがマナーなんです。反対に自分のグラスに自分でお酒を注ぐことを
手酌と言います。日本では手酌をさせてしまうのはちょっと失礼とされているんですね。なので相手のグラスをよく見て空っぽになる前に注いであげます。もし瓶が空っぽになったら次のお飲み物注文しますかとか聞いてあげます。相手の飲み物が空っぽになっているのに気づかないのは日本では失礼に当たるんですね。でももし相手がもう今日は大丈夫ですとこれ以上いらないという意思を示したらその時はそのままにしておきます。代わりにお水を頼んであげたりしますね。もし日本人と飲みに行って次々とお酒を注がれたり注文を勧められてもそれは酔っ払わせようとしているわけじゃないんですよ。失礼になってはいけないという気遣いなんですね。なのでどうか誤解しないでほしいです。マナーはもう一つあります。それは全員の飲み物が揃うまで飲み始めない方がいいということです。みんなの飲み物が揃ってから乾杯をしてそれから飲み始めるんですね。そしてこの乾杯をするときにも実はちょっとしたマナーがあります。年下の人は年上の人のグラスよりも自分のグラスを下にして乾杯するのがマナーなんです。グラスとグラスの高さが同じにならないように年下の人はグラスを低くして乾杯するということですね。正直に言うと外国の方はそこまで気にしなくてもいいかなと思います。日本人でも気にしている人と気にしていない人がいると思います。さて、居酒屋ではお酒だけじゃなくてお料理も注文することができます。料理はだいたい他の人とシェアできることを前提にしたものが多いです。みんなでいろんなものを頼んで共有する。そうするとちょっとずついろんなものが食べられるという楽しみがあるんですね。みんなで共有するときには取り分け用のトングとかお箸が一緒に来るのでそれを使って取り分けます。自分が口をつけたお箸やスプーンでみんなの共有のものに手をつけるのはマナー違反なのでそこは注意してほしいです。それから日本では女性がみんなに料理を取り分けることが多いんです。料理が運ばれてくるとその料理の近くにいる女性がみんなの分を小皿に取り分けるっていう感じですね。なんでなのかは正直私にもよくわからないんですけど、なぜか女性がやることになってます。最近では男性でもやってくれる人が増えてきた感じがします。居酒屋でよくあるメニューは枝豆、だし巻き卵、お刺身、お寿司、馬刺し、焼き鳥、チャーハン、サラダ、唐揚げ、それからデザートとかですね。だいたい和食系のものが多いです。最後にもう一つ、居酒屋には食べ飲み放題というシステムがあるお店もあります。これは2時間とか3時間とか決められた時間の中で注文し放題というものです。だいたい3000円から5000円くらいが相場ですね。これは大衆居酒屋でやっていることが多いです。ただし一つ注意が必要です。食事や飲み物をあまりに余らせてしまうとお店に失礼になってしまいます。
厳しいお店だと余った分は追加料金を取られることもあるので気をつけてください。はい。ということで今日は日本のお酒と居酒屋についてお話ししました。皆さんも日本に来たらぜひ一度居酒屋に行ってみてください。みんなでワイワイいろんなお料理とお酒を楽しむ時間は本当に楽しいです。もちろん飲みすぎには気をつけて節度を持って楽しんでください。今日も聞いてくれてありがとうございました。ではまた。